ようこそ。ロープワークちゃんと使えてますか？今回の動画はこれまで紹介してきた全50種類の技を一気に見られる総集編です。キャンプ、DIY、災害時、覚えておくと必ず役立つテクニックが満載。お気に入りのロープワーク見つけてくださいね。まずはじめにゴミ袋の口を結ぶテクニック。よく土のう袋の口にも使ったりしますよね。一瞬で結べるので覚えておくと便利です。次にシートの穴にロープを結ぶテクニック。結んだ後すぐに外せるようにもなっています。次は柱に結びつけるテクニック。頑丈に結ぶことができます。もう一つ特徴があります。それは締め付けを調整することができることです。次は横の棒に結んでいきます。こちらも締め付けを調整できるのですが、かなり頑丈に結べるので人間がぶら下がっても大丈夫です。次も似たような結び方です。しかし先ほどの結び方と違って特徴があります。それはこんなに頑丈に結べているのに引っ張るとすぐに取り外すことができるという便利な結び方です。このロープの結び方も締め付けを調整することができます。さまざまなシーンで使えそうですね。次はおまけです。これはロープの先がどこに行ったかわからなくなった時にロープの先にテープを巻いておけばすぐに見つけることができるというアイデアです。次はまた結び目の続きです。トラックに荷物を積んだらこのように結んで縛り付けましょう。しかしこの動画で使われているトラロープは荷物の縛り付けには適していませんので違うものを使いましょう。結び方だけ参考にしてください。この結び方もすぐに結べてまたすぐに取り外すことができます。この結び方はロープを束ねることができます。さらに収納に便利な引っ掛け部分を作ることができます。束ねるだけでなく収納にも貢献して便利な結び方ですね。次は2つの棒を十字に結ぶ方法です。フェンスや格子を作るときに使えそうですね。覚えておくと DIY で役に立ちそうです。次はフックにロープを結ぶ方法をご紹介します。ちょっと難しいかもしれませんが強く結ぶことができます。こちらもフックにロープを結ぶ方法です。今度は簡単な方法をご紹介します。もちろん取り外しも簡単です。次は2つのロープを結ぶ方法を紹介しましょう。これは簡単には外れませんね。こちらもロープ同士をつなげる方法。一つ前の紹介と違うのは簡単に結べることです。素早さが必要な時もありますよね。今度はブルーシートに結びます。おっと、このブルーシートには穴がありません。でも大丈夫です。シートの角にロープを結ぶ方法をご紹介します。延長コードを束ねましょう。仕組みはトラロープでも紹介した通りコードも束ねることができて収納性も抜群です。先ほどより分かりやすい視点でご紹介します。電動工具のコードを束ねましょう。まずは間違った収納方法からご紹介します。むやみに巻きつけるのはいけません。断線の可能性があります。収納性も高く正しい巻き方がこちらです。断線しやすい根元は少し余裕を持ちましょ
巻きつけた先に輪っかがありますので、その輪っかにコンセントの先を入れます。そして下から輪っかを締めるように線を引っ張ると、吊り下げたりする収納部分まで作れます。次はロープを使ったはしごの作り方です。この実演では割り箸を使ってますが、実際はしっかりした木材を使うと即席ですが使えるはしごができます。即席なので使ったら外すのも簡単です。これは釣り糸です。釣り糸をサルカンというジョイント部材につなげていきます。大きな魚を釣った時に切られないように強く縛らないといけません。この強力な結び目なら大物がかかっても結び目の根元から切られることはありません。次の結び目は結んだ後すぐに外せる結び方です。柱などに通常は結ぶのですが、この時柱がなかったのでゴーヤー茶を使っているのは笑ってあげてください。この結び方は締め付けの調整はできませんが、すぐに外せる簡単な結び目です。今度は2本の棒とロープを使って重たいものを持ち上げましょう。重たいのがゴーヤー茶しかなかったのは笑ってあげてください。この重たいものを縛り付ける結び方は複雑なようなのでスローモーションで実演しますが、一度覚えたら簡単です。実はロープの先にはたくさんの魚が入っています。重たいものでも支えきれるのに外すのも簡単です。トラックに乗った荷物を結んでいます。実演はいつもトラロープを使っているので、僕はいつもコメントで視聴者さんに怒られています。皆さんはちゃんと荷物を縛る紐を使ってください。この結び方は出来上がった輪っかのサイズを調整できます。前に作った動画が長すぎたので2つに分けて見やすくしました。関連動画で後編も見れるのでチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。